あなたにもし自分の知らない兄弟が何十人もいたらどうしますか？遡ることおよそ8年前の2014年、舞台はアメリカ・インディアナ州。ここに暮らす33歳の女性ヤコバ・バラードはとある検査をしていました。それは家庭用検査キットを使った DNA 検査。検査で分かった DNA 情報をもとにインターネットを介して自分のルーツを調べられるアメリカで人気の製品なんです。ヤコバの母親はなかなか子宝に恵まれず、人工授精によってヤコバを産んでいました。それなら同じ男性の精子を使って生まれた兄弟がいるかもしれないわ。一人っ子でずっと兄弟が欲しかったヤコバはそんな期待に胸を膨らませながら検査結果を待っていたんです。しかしその結果は彼女の予想を大きく裏切るものでした。発覚したヤコバの兄弟の人数はなんと94人だったんです。科学の進歩により明らかとなった数十人の異母兄弟たち。彼らを生み出したある男の許されざる行為とは。そこにはその男なりの理解しがたい正義があったんです。結構雨の日の音大好き、ケンちゃんです。真夏の太陽より眩しい女、闇やみこです。ザーザーキラキラ。本日ご紹介するのは、ある一人の興味からとある医師の闇が暴かれてしまった事件なんです。医療ミスとかってこと？医療ミスとはねちょっと違うんです。今回ね取り扱う事件なんですけど、ネットフリックスでも我々の父親というねタイトルでドキュメンタリーにもなっているぐらいね、有名になってしまった事件なんですけど、早速どんな事件だったのか見ていきたいと思います。待ちわびた子供。遡ることおよそ43年前の1979年、アメリカ・インディアナ州インディアナポリスが今回の舞台。ここである男が病院を開業したところから物語は始まります。すいません、今日予約をしているバラードなんですが、お待ちしていましたよ。ではこちらにどうぞ。診察室へ通された女性バラードはガウンに着替え、ベッドの上で仰向けになった。彼女は医者に心境を吐露する。先生、私は本当に妊娠できるでしょうか？バラードさん、この治療は辛抱が必要ですが、信じていればきっとお子さんを授かりますよ。そう、この病院は産婦人科。バラードは結婚後もなかなか子供を授からなかったので、評判がいいこの病院で不妊治療を受けていた。では今から治療の準備をしますので待っていてください。なぜかふっと笑みを浮かべ、医者は部屋を出ていった。今回は産婦人科が舞台なのね。なんか医者の様子おかしくなかった？この笑みはね後ほどわかります。そしてね、1981年バラード家に待望の存在がやってくるんです。1981年バラード家に待望の女の子が誕生。両親は彼女にヤコバと名付けました。先生、この度はありがとうございました。夫と共に感謝の言葉を述べるバラード。いえ、奥さんが頑張ったからですよ。私はほんの少し手助けをしたまでです。そう語るのは髭を蓄えた小太りの男ドナルド・クライン。不妊治療の名医とインディアナ州でも評判の医者でした。クラインが行う人工授精は成功率が高く、不妊に悩む多くの女性が彼の病院に詰めかけていたんです。人工授精って具体的にどんなことをするか、ヤミコさんご存知でしょうか？なんか試験管ベイビーみたいなこと、なんか卵子取り出して、その外で受精させるみたいなっていうね連想する人も多いんですけど、実は違うんです。というわけで本日のメトラキーワード、人工授精について。人工授精は事前に採取した精液の中から動きの良い精子だけを濃縮し、妊娠しやすいタイミングで子宮内に直接注入する不妊治療法。妊娠のプロセス自体は自然妊娠と同じなんです。もし人工授精でも妊娠しない場合、体外受精などの高度生殖医療へと移っていきます。体外受精は母体から卵子を取り出して受精させ、受精卵を子宮内に戻す方法。試験管のような器具の中で受精するので、試験管ベイビーとも呼ばれているんです。人工授精と体外受精って同じものだと思うんですけど、全然違うもんね。そうなんです。体外受精はですね、人工授精の10倍も費用がかかったりね、いろんな違いがあるんです。こうしてバラード家に女の子が誕生したわけなんですけど、成長した彼女はある問題に気がつくんです。兄弟を探して。遡ることおよそ8年前の2014年、人工授精で生まれたヤコバもすでに33歳になっていました。両親からたっぷり愛情を受けていた彼女は特に不満もなく育ったんですが、一つだけ思い残すことがあったんです。それは兄弟が欲しいということ。ずっと一人っ子だったヤコバは気兼ねなく何でも話せる兄弟を持つ周囲の友人を羨ましく思っていました。とはいえ33歳となっては新たに兄弟ができることは普通はありません。しかし、そうだ、いいことを思いついたわ。あれを使って調べればいいのよ。あれって何？あれですよ。あれ？彼女があれを思い出したのはですね、アメリカであるブームが起こっていたからなんです。ヤコバが使ったあれとは DNA 検査キット。
2007年、アメリカで 23andMe という家庭用 DNA 検査キットが発売されました。この検査キットは発売と同時に大ヒットし、誕生日などのプレゼントとして定番化していったんです。この検査キットがアメリカ人に受けている一番の理由は、自分のルーツがわかるから。アメリカ人は様々な人種が混在しているお国柄、自分にどんな民族の血が流れているかに高い関心を持っているんです。そのため、検査キットを使って先祖などの血縁関係を知りたがる人がたくさんいるんです。ヤコバはこの検査キットを使って自分の兄弟を探そうと考えました。ちょっと待ってね、検査で自分の DNA がさ、分かるのがそこまで分かるんだけど、それで兄弟探せるってどういうことなの？実はですね、現代ならではのあるつながりがきっかけになっていくんです。アメリカには Ancestry.com という家系図情報を提供するウェブサイトがあるんです。このサイトは Facebook と結びついて自分の DNA 情報を Facebook にアップすれば同じ DNA 情報を持つ人とつながることができるんです。すげえな。ヤコバは10歳の頃、自分は人工授精によって生まれたと両親から聞かされていました。そして精子は父親のものではなく当時の医学研修生のものだとも。そこで彼女は思いついたんです。同じ医学研修生の精子を使って生まれた子がいるんじゃないか。当時はある程度地位のある若い男性ということで人工授精に医学研修生の精子が使われることが多かったためなんです。ヤコバは早速インターネットを利用して自分と同じ DNA を持つ異母兄弟を探し始めたんです。はあ、まさに現代の探し方ね。兄弟探しか何から何まで全部家の中で完結しちゃうのね。こうしてね、うん兄弟を見つけ始めたヤコバだったんですけど、彼女は次第にある異変に気がついていくんです。DNA 検査キットを使えば異母兄弟が見つかる可能性は確かにあります。しかし自分以外の兄弟が DNA 情報をアップロードしていなければ確認のしようがないんです。そこでヤコバはまずクラインの病院の人工授精で生まれた人物を捜索すると、ネットのコミュニティを通じ該当する一人の女性が見つかりました。ヤコバは彼女の顔を Facebook で確認するや否や、この人はきっと私の姉妹だわと確信。さらに女性は同じ病院で生まれた他の女性とも知り合いだったため、2人に検査キットを試してもらったんです。するとなんと2人ともが異母兄弟であると判明。さらに Facebook を通じて調べると同じ DNA を持つ人々が次々と見つかっていったんです。そうこうしているうちにヤコバの異母兄弟は彼女を含めて8人になりました。おかしい。異母兄弟たちは口々にそう言い合いました。実は彼女たち全員が兄弟などということはありえない話だったんです。なぜなら一人の精子提供者が精子を提供できるのは3人までだから。同じ精子提供者で子供を作りすぎると偶然出会った子供たちで近親感が起こるリスクが高まるためなんです。しかも8人が生まれた年は1979年から1986年までとバラバラ。兄弟たちの両親は誰もが人工授精の精子は医学研修生のものと聞かされていたんですが、精子提供者が7年間研修生のままなどということはありえないんです。一体この医学研修生とは誰なのか。今回は割と平和な空気かと思ってたらいきなり不穏になってきたじゃない。まだまだね、こんなもんじゃないんです。ヤコバが始めた異母兄弟探し、これはね、もっと大きな事件に発展していくんです。父親の正体。次々に現れる兄弟や姉妹を前に引き下がれなくなったヤコバ。彼女は引き続き異母兄弟探しに明け暮れたんです。調査が進められるにつれて当初8人だった異母兄弟はあっという間に22人に。そしてヤコバはついに衝撃の事実にたどり着くんです。ある日いつものようにパソコンに向かい SNS をチェックしていたヤコバ。するとある人物から一通のメッセージが届いたんです。そんな、どうしてこの男の名前が。メッセージの送り主はヤコバと近い DNA を持った人物でした。そして送り主は自身のいとこの名前をそこに書き記していたんです。そこに書かれていた名前はドナルド・クライン。そう、ヤコバの母がお世話になった不妊治療の名医なんです。この男と私たち異母兄弟が同じ DNA を持っている。どうして？そこからヤコバは真相を突き止めるべく Facebook を通じクラインの実の息子とコンタクトを取ります。そして自身の異母兄弟を引き連れクラインと会う約束を取り付けるんです。わあ、なんか嫌な予感するわよ。そうなんです。この後ね、異母兄弟は信じがたい事実に直面することになるんです。こうして迎えた約束の日、ヤコバたちが待つ教会に70代後半の小太りの男が姿を現しました。医師ドナルド・クラインです。杖をつくその姿は弱々しく、クラインは息子に支えられながらヤコバたちの元へゆっくり歩いていきました。クラインと対面すると口火を切ったのはヤコバでした。私たちはあなたの病院の不妊治療で生まれました。そして調べてみると私たちはなぜか全員同じ DNA を持っているんです。難しそうな顔で押し黙ったままのクライン。続けざまにヤコバはこう言います。私たちの血縁関係者になぜかあなたの名前が出てくる。これはどういうことですか？そう問われるとクラインはついにその重い口を開いたんです。
診察室を出たクラインはその隣の部屋へと急いだ。部屋の鍵を閉めるとクラインはおもむろにズボンを下ろし、慣れた手つきで作業を進める。そして数分後、彼は採取したばかりの新鮮なそれを濃縮し、お待たせしましたバラードさん、外見と血液型がお二人に近い医学研修生を見つけましたよ。では早速人工授精を開始します。クラインはそうやって何十人もの女性の子宮に自分の精子を注ぎ込んでいった。クラインの患者の中には妊娠するまでに15回以上彼の産婦人科に通ったという女性もいるんです。一人にそれだけの回数人工授精を行ったと考えれば合計回数は数百回は下らないでしょう。そしてこの後も調査を続けたヤコバの異母兄弟は際限なく増えていきました。最終的な人数はなんと94人。同じ病院で生まれた彼らは近場に住んでいることも多い。赤の他人と恋に落ちたはずが気づかぬうちに相関ということもあり得たかもしれないんです。いや、聞きたくないわよ。もう早くこいつが裁かれる場面に住みなさいよ。もう母親たちはね、何度もクラインに恥ずかしめを受けたのと同じことをねされているとも言えますよね。そうよ。ただね、問題はここからなんです。罪を認めたクラインなんですが、裁判はここから思わぬ方向に向かっていくんです。法で裁けない男。ヤコバの異母兄弟が次々に発覚してから3年後の2017年、ついにクラインに関する裁判が行われようとしていました。教会でヤコバたちと対面した時にはすぐに罪を認めたクライン。そうした彼の態度から裁判も特に揉めることもなく済むかに思われていたんです。ところが被告人席のクラインは自分の精子を利用したことはないにもかかわらず私を訴える彼女たちの行為は名誉毀損罪だと、なんとヤコバたちを逆に訴えようとしたんです。あまりにも突拍子もない言い分に怒りに震えるヤコバとその異母兄弟たち。もちろん DNA 鑑定が出ている以上クラインの要望は却下されました。しかし意外なことに以降も裁判はクライン優位の流れで進んでいくんです。続いて証言台に立ったのはクラインをよく知るインディアナ州の不妊症専門医ロバート・コルバー。コルバーはクラインに対しこんなコメントを残しました。クラインの行為は患者に対する背信行為だ。だが患者を落胆させたくないという気持ちが彼をそうさせたのだとすれば、その気持ちも痛いほどにわかる。どういうこと？医者が自分のを使うとかさ、患者にとったら嫌に決まってんじゃないのよ。おっしゃる通りなんですけどね。コルバーの言い分としてはですね、当時の不妊治療の限界が関係していたとも言うんです。クラインが自分の精子で人工授精を行っていたのは1980年代のこと。当時の人工授精は発展途上で、いくら医学研修生がいるとはいえまだまだ精子提供者は足りていませんでした。しかも女性が人工授精を受けられるのは1ヶ月の中でも排卵日の3日間のみ。もしそのタイミングで患者に精子を提供できなければまた1ヶ月待たせることになるんです。一刻も早く妊娠を望む患者にとって1ヶ月は長すぎる。コルバーはそう言い、自分の精子で不足を補おうとしたクラインの行為を擁護したんです。しかも1980年代後半から人工授精に使われる精子は凍結精子、いわゆる精子バンクに移行。その頃にはクラインも自身の精子を使わなくなっていたので、彼の行為が仕方なくやったものだという信憑性も増していったんです。そして2017年12月、クラインに下された判決は罰金$500と保護観察1年。このほか医師免許も剥奪されているんですが、クラインは2009年に医師を引退しているため何のダメージもないんです。つまり日本円で6万円ほどを支払い、1年おとなしくしていればそれで罪を償ったことになるとされたんです。これってさ、司法がクラインがやったことは違法じゃないって認めたってことじゃないの？そういうわけではないんですけど、法律ってね、いろいろ難しいですよね。いくら患者のためとはいえ自身の精子を他人のものと偽り使用したことは許しがたいこと。しかし当時のインディアナ州にはクラインを裁ける法律がなかったんです。当時のインディアナ州の法律で強制性交罪や傷害罪に問われるのは野蛮もしくは傲慢なやり方、さらには逆上して行為を行った場合のみ。クラインの患者たちは知らなかったとはいえ自ら足を運び何の抵抗もなく精液を注入されているので、いずれにも当てはまらないとされたんです。ただね、この事件を教訓として司法関係者も動かなかったわけではないんです。クラインの判決から約1年半後の2019年5月、インディアナ州は新たな法を制定。本来使用すべき精子と異なる精子を使う行為が重罪と定められ、被害者は医師を訴えられるようになりました。さらに、もともと訴訟提起の期限は不正が行われた時から5年以内とされていたんですが、これを不正発覚から5年以内に変更。今回のヤコバのように原告が自分の本当の父親を突き止めるのは成人になってからの場合がほとんどだからなんです。現在ではインディアナ州だけではなく、テキサス州やカリフォルニア州でも同様の法律が制定されているんです。 DNA 鑑定と SNS という新たな技術が30年前の罪をあぶり出したこの事件。悲劇が明るみに出た一方、このように前向きな方向に動き出したことも多々あるんです。ヤコバたち異母兄弟も事件をきっかけに定期的に集まるようになり、現在も和気あいあいと交流を深めているというんです。